はいどうも B 賞です。今日の動画はタイトルの通りホットトイズ製ザバットマンとイナート製ザバットマンのプロトタイプを比較してそれぞれの特徴だったり違いがある部分、あとは価格や発売時期などを詳しく比較しながら紹介していこうと思います。予約情報に関しては動画の後半で詳しく紹介するんですけど、ホットトイズ製のザバットマンとイナート製のザバットマンともに現在も国内で予約受付中なのは育ちトイズのみとなっていると思うので、そちらの情報を中心に紹介していきます。それとイナート製ザバットマンに関しては予約開始から約今10日が経過して、国内サイトでは特に予約期限が設定されているような記載はないんですけど、海外サイトでは予約締め切りまで約1ヶ月と予約期間が迫ってきているので、まだ迷っている方はね、ぜひこの動画参考にしてくれると嬉しいです。イナート版については宿毛版だったりブルース・ウェインも今回ラインナップされてるんですけど、それらは一旦置いといて、今回はザ・バットマンのバットスーツ版のフィギュアを中心に紹介していきます。で、ホットトイズの方は単体ラインナップとしては、一番豪華なデラックス版を基準にして、イナート製のザ・バットマンは通常版を、今回基準にね紹介していこうと思います。で、普段このチャンネルではホットトイズのレビューやカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。ということで比較対象としては、スーツ全般、マスク、スガウヘッド、マント、付属品に分けて見ていこうと思います。まずは全体的な印象から比較していこうと思うんですけど、このように見比べてみるとインアート製の方がホットトイズに比べて、スーツの色が薄いというか、ヴィンテージ感のある見た目になってますね。大きく見た目が異なることはないですし、光の加減とかもあるかもしれないんですけど、インアートの方が色が薄くて、全体的に薄汚れた感じが強いのが特徴かなと思います。で、一方ホットトイズの方は比較的綺麗で新しいスーツという風な印象を受けましたね。以前トイサピエンスで実物衣装の展示イベントに行った時に、このコスチューム見たんですけど、それと比較してもインアート製の方がリアルかなと思いました。映画だと映像もかなり暗くて黒っぽいスーツに見えたんですけど、実際の衣装を見ると結構グレーで、映画ではね銃弾を弾くようなシーンも印象的だったと思うんですけど、実物を見るとそんなこと可能なのかなと疑うくらい布っぽくて、胴回りについているパッドも薄そうだったので、そういったポイントもインアート製の方が実物に近いのかなと感じましたね。そして胸や肩のアーマーも質感は若干異なるかなと思います。ホットトイズの方は光沢感が強くて、逆にインアートの方はスーツと馴染むくらいマットな質感に見えますね。さらに胸のエッジの部分のウェザリング加工もホットトイズの方が大げさというか、汚れが目立つような塗装になっていそうです。あと気になるのはスーツの背面だったり側面の構造ですね。インアートの方はマントを外した状態の背中だったり、ふくらはぎから腰にかけて網目の構造があるんですけど、ホットトイズの方では今のところそれが確認できなかったですね。一応この画像を見るとギリギリ映ってるかなというような気もするんですけど、どこまで細かく作られているかという点では今回確認できませんでした。ホットトイズも実写さながらのフィギュアを作ってくれるとは思うんですけど、気になるポイントかなと思います。あとブーツに関して言えばこちらもインアートの方がリアルに見えますね。ブーツの足を入れる口を見ると、黒い革のブーツが擦れて、茶色い部分が見えていたりだとか、ホットトイズよりリアルなんじゃないかなと思う点も多くあります。前腕につけてアーマーだったりとか、UTT ベルトに関してはあまり違いは見えないんですけど、 UTT ベルトに関してはね、少し気になるポイントもあるので、付属品の方でもう少し詳しく話していこうと思います。で、フィギュアの可動域についてはまだわからないですね。写真的にはホットトイズの方が動きのあるポーズが再現できているんですけど、前回のプレビュー動画でも話した通り、インアートの方は素体はまだ開発中という話もあるので、今後ねもう少し躍動感のある写真とかもっと出してほしいなと思います。続いてマスクヘッドについてです。共通点としては眼球可動ギミックがあることと、口の交換パーツが合計で3つ付属するということは同じなようですね。マスクについては比較的大きな傷はどちらも造形されていそうですが、ホットトイズの方がより傷が深く見えますね。その代わりインアートの方は全体的に本物の革のような質感になってるかなと思います。どちらも本革を使ってるってことはさすがにないんじゃないかなと思うんですけど、光沢感だったりとか表面のキメの細かさを見るとインアートの方がより本革に近いような見た目になってるかなと感じました。で、マスク越しの表情については個人的にはインアートの方が好きですね。実物を見ると印象また変わるかもしれないんですけど、写真では圧倒的にインアートの方が殺気を感じるというか、ホットトイズの方はなんか目元とか可愛く見えてしまうんですよね。それが個人的にはとても気になっていて、今回のザ・バットマンに関しては映画もそうなんですけど、このキャラクター自体もかなり暗くて、マスク越しの表情なんかを見ると目は特に鋭くて闇を感じるので、個人的にはこのフィギュアになった時もインアートの方が好きな造形です。あと口周りはヒゲの濃さが若干異なりそうですね。ホットトイズの方はヒゲがかなり薄くて、割と綺麗な肌に見えて、インアートの方は青ひげが少し目立つような見た目になっているのと、あと顎のラインもインアートの方が若干シャープでケツ顎感が強めに見えますね。個人的にはここもインアートの方がよく再現されていると思いました。そしてスガウヘッドに関して共通する点は、こちらも眼球可動のギミックと、あとは目の周りが黒くペイントされている点ですね。ホットトイズに関してはアップデートによって髪型が2パターン付け替えられるようになっていて、乱れた様子と、通常
常のノーマルな様子を再現できるんですけど、インアートの方は少し乱れたような造形のみとなります。髪型にも若干違いがあって、乱れ方で比較するとインアートの方は全体的にボリュームがあるのと、少し前髪が上がってるような感じがありますね。これに関しては映画の中でマスクを取った瞬間を切り抜けばホットトイズの方がリアルだと思いました。こう見比べてみるとホットトイズのヘッドもとてもリアルで、再現度高いなとは思うんですけど、肌の塗装だったり色を見ると結構違いがあることがわかります。映画だとかなり暗くて、実際の肌の色をね見比べるのが難しかったんですけど、質感はインアートの方がより肌の質感に近いなと思いましたね。インアートの方が透明感があるというか、初め見た時にシリコン使ってるのかなと思うくらいリアルに見えましたね。口周りの毛穴だったりとかも、男性の方ならねイメージしやすいと思うんですけど、髭が生え始めた時の肌の凹凸感というか、本当に人間のような見た目になってるのが特徴的です。ホットトイズのアップデートによって輪郭とかはね、改善されたところもあると思うんですけど、ヘッドについてはこちらもインアートに軍配が上がるかなというような感じですね。で続いてマントについてです。一見あまり差はないかなと思ったんですけど、よく見てみるとね結構違いそうですね。共通点としてはワイヤーが内蔵されている点と、取り外し可能な点は確定かなと思います。まず正面に近い角度から見たイメージを比較すると、肩周りにかかるマントの幅が違う点と、長さが異なりますね。この肩のマントのかかり具合に関しては、一応調節はできると思うんですけど、より映画の見た目に近いのは肩が隠れるくらい幅があるインアート版だと思います。ホットトイズの方はアップデートで素体が改善されたと言われているんですけど、まだちょっと肩幅が狭く見えるんですよね。その理由の一つがこのマントの幅だと思っていて、もう少し肩にかかればその分肩幅がね広く見える効果もあるのかなと思いました。そして長さに関してはインアートの方は結構短くて、ふくらはぎにギリギリかかるくらいの長さになっていて、形は四角い形をしています。反対にホットトイズは地面につくくらいの長さがあるのと、ホットトイズの形は中心にかけて長くなるような丸い形になっています。色もベースはどちらも黒なんですけど、インアートの方は裾に向かって汚れが強くなるようなペイントが施されている点もかなりリアルですね。さらに表面の縫い目もそれぞれ違いそうで、インアートの方が縫い目がむき出しになっていて、多く見えますね。マントについては結構感想難しかったんですけど、劇中再現という観点で見ればインアートほどね短くはなさそうなんですけど、形自体は四角っぽく見えるという感じで、それぞれ良くも悪くもかなと思いましたね。それぞれのいい点を挙げるとすれば、綺麗でスタイリッシュに見えるのはインアート製かなと思うんですけど、ポージングの中で躍動感をつけたりするのであればホットトイズの方が長いので、なびく様子とかねかっこよく再現できるのかなと思いますね。であともっと細かいところを見ると、裏地を比べるとねかなり違いがあります。ホットトイズの方は1枚の生地を使って、その両端を中に折り込んでいるようなので、表から見ると違和感はなさそうなんですけど、正面から見て裏が見える形になるとどうしても違和感があって、少し安っぽく見える気がしますね。反対にインアートの方はおそらく2枚の生地を使用していて、端の縫い目もあまり目立たない作りになっているのかなと思うので、インアートの方がマントの表面から見ても正面から見ても比較的綺麗に見えるのかなと思うので、そこは結構ね見た目左右する点かなとも思いました。遠目であればあまり気にならないんですけど、広げたりとか、近くで見た時に綺麗に見えるのはインアート製の方が綺麗に見えるのかなと思いますね。そして最後に付属品ですが、もちろん基本的なハンドパーツだったり武器は同じなんですけど、差は結構ある印象ですね。大きく違う点としては、ホットトイズのデラックス版にはフライングスーツが付いたりだとか、あと台座はジオラマベースプラス背景パネルが付いているといった点ですかね。フライングスーツが付いているあたりはホットトイズならではの付属品になるかなと思います。実際ディスプレイする際には、このフライングスーツを着せた状態で飾ることはないと思うんですけど、地味に楽しみにしている付属品です。あとシンボルマークにもなっているバッドラングに関しては、どちらもダイキャスト製のものが3種類付属するんですけど、胸につけるものに関してはマグネット式になっていて、それぞれ着脱可能なところだったり、基本的な形も同じように見えます。違いとしてはドライブラシペイントの表現が少し濃いか薄いかというくらいかなと思いますね。であと気になる点はユーティリティベルトの機能性についてです。でこのユーティリティベルトについているポーチの質感とかは、それぞれで若干異なるかなとも思ってるんですけど、インアートの方は、このようにベルトだったり小物が全て着脱可能になっているようなので、ホットトイズはどうなのかなと思いますね。既存フィギュアで言えばキャプテンアメリカとかも腰のベルトにポーチがついていたりするんですけど、完全に接着されていて、ポーチの口を開けることもできなかったりするので、今回もねそこは同じ構造になるのではないかなと思ってます。今のところホットトイズの方はそういった細かい写真っていうのは見られなかったので、これはね発売されてからのお楽しみになるかなと思いますね。あとはマスク単体で付属するのか否かという点は気になりました。インアートの方はこのマスクが付属するということは確定しているんですけど、ホットトイズの方は写真ではね手に持っている写真があるものの付属品としての記載はされていないようなので、付属するとは思うんですけど、ちょっと気
気になりました。そして最後、台座については先ほども言った通り、ホットトイズのデラックス版はゴッサム式の屋根をモチーフにしたジオラマ台座と四角いものが2つ付属するようですね。そしてインアートの方はバッドシグナルをモチーフにした丸い台座が1つとなります。ホットトイズのジオラマベースが好きか、インアートのシンプルな台座が好きかだと思うんですけれども、もう一つポイントを挙げるとすれば、ホットトイズはね、いつも通りアームで体を支えるタイプなんですけど、インアートの方は台座と足の裏に内蔵された磁石によって固定されるそうですね。インアートの方はちょっとどのくらい安定するのかという点は気になりますね。僕もこのタイプの台座は見たことも使ったこともなくて、今回インアートで初めて体験するので、膝だったり足首の関節強度も大事になってくると思いますし、台座全面が磁石なのかとかね、結構気になるポイントが多いですね。日本だとやはり地震も多いですし、僕自身はあまりホットトイズのアーム好きじゃないので、普段飾る時も使わないんですけど、安定安心感っていう風な観点で言えば、やはりホットトイズの方が上な気もするので、インアートの方はね、ちょっと発売後に楽しみにしたいかなと思います。インアート版に関しては他にもリドラーからのメッセージカードが全種類付属するようで、対するホットトイズにもいくつか付属するようなんですけど、あまりね使い道はなかったとしても、せっかくなら全種類付属する方が嬉しいかなとも思いますね。ということで続いて、発売時期だったり価格について国内育ちトイズの情報を例に紹介していこうと思うんですけれども、まず価格ですね。左側ホットトイズに関しては、デラックス版が 42,550 円、そしてインアートの方は通常版の直毛ではなくて造形のヘッドのものですね。こちらで 49,920 円ということで、価格の時点でだいたい 7,500 円くらいの差が生まれているというような感じになります。そして発売時期に関してはホットトイズの方は、こちら今ね2023年の9月から12月で、インアートの方は2023年9月ということで、発売時期自体はあまり変わらないのかなというような印象ですね。ただトイサピエンスとか海外ではもっと早い時期の記載になっていると思うんですけれども、スタジトイズに関しては遅くてもこのくらいっていうような記載であったりとか、あとはメーカー依存の遅延が発生した場合、そういうことを加味した記載になっているというような話をちょっと聞いたことがあるので、そういう風に考えていいと思います。海外だとインアートのザ・バットマンに関しては2023年の6月という風になっているんですよね。なのでそれ比較した時に3ヶ月くらい遅いの何なんだろうなという風に思って、スタジトイズの方に問い合わせをしてみたんですけれども、予定通りクイーンスタジオから2023年の6月頃に発売されるのであれば、そこからだいたい2週間くらいで国内に到着して、そこから随時僕たちの元に発送されるというようなことだったので、でも早ければ海外発売から2週間ちょっととか3週間くらいで、インアートのバットマンに関しては手元に届くのかなというような感じですね。もう一つ在庫についてもちょっと問い合わせたことがあるので共有しようと思うんですけれども、今回僕オールインの方を予約したんですけれども、やっぱり12万円とかね、そのくらいのフィギュアを予約するとなると、それを予約しておいて手元に届かなかったとか、そういったことがあると本当にシャレにならないので、在庫の確保はどうなってるんですかというふうに問い合わせてみたんですけど、回答としては現在20個の在庫をすでに確保しているというような回答をいただきました。で、僕が問い合わせたのが1週間くらい前だったんですけれども、その時点で僕のね予約分を抜いて3名の方が予約しているというような情報を連携していただきました。さすがにねそこは嘘はつかないと思うんで信じてるんですけど、僕を入れて、少なくとも4人の方はね予約しているのかなというような感じですね。で、それからもうすでに1週間くらい経過しているので、在庫の残り数は10から15とか、そのくらいの数になってるんじゃないかなというような気はしています。なので、他のねこの通常版だったりとか植毛版に関してはちょっと在庫数問い合わせないので分かんないんですけれども、オールインを育ちトイズの方で予約検討している方は早めに購入した方がいいと思います。で、そういった問い合わせについても早ければ1営業日とか、そのくらいで回答を返してくれるので、気になる方はねいろいろ問い合わせてみるといいと思います。ちょっと話は価格に戻るんですけれども、予約のしやすさで言えばやはりねホットトイズの方が予約しやすいのかなというふうには思いますね。ただクオリティを見ても僕的には圧倒的にインアートを推したいですし、付属品とかね、ホットトイズの方はフライングスーツがついていたりだとか、ジオラマベースの台座がついていたりというようなねポイントはあるんですけれども、それ以上にこのね本当に本体のクオリティ、ヘッドだったりこのマスク、スーツですね、そういったところを重視するのであれば、決して高くない値段だと僕は思います。多分プロトタイプのままで発売されるのであれば、このクオリティを買って、いくら高いお金を払ったとしても後悔することはね本当にないと思うんですよね。あと発売後にホットトイズとかだとフリマサイトで手放す人とかね多いと思うんですけれども、最近のホットトイズって結構値段下がったりするじゃないですか。なのでもうすでに予約開始から
3ヶ月4ヶ月くらい経っているホットトイズのザ・バットマンを予約するのであれば、絶賛予約受付中のインアートの方をね買った方がいいのかなというふうに思いますね。これを買った後にホットトイズを改めて買おうというふうにはおそらくならないんじゃないかなともちょっと個人的には思うので、そこら辺はね付属品だったりとか、この見た目好き嫌いとかねもしあると思うんですけれども、やっぱり僕はインアートの方を推したいなと思います。僕は実はこのインアートのオールインとちょっとキャンセルしようか迷ったんですけど、一旦しなくていいかなと思ったので、ホットトイズのデラックス版も予約しているので、発売されたらねそういった実物を見た比較動画とかもちょっとね投稿しようかなとは思っているので、まだ1年以上先にはなると思うんですけれども、そういった動画も楽しみにしていてくれると嬉しいです。で、以前動画の中のコメントで、インアートの商品発売後に値段落ちると思いますかというふうにね質問をもらったことがあるので、考察していこうと思うんですけれども、僕の意見としてはインアートの6分の1フィギュアに関しては発売後にメルカリとかで値段が下がるということはないと思ってます。これを売るとなると5万5千とか6万円くらいで売る人も出てくると思うんですよね。あと育ちトイズで発売後に在庫が残っていたとしてもこれより下回るということは確実にないと思うので、今ねちょっとお金が厳しいけど予約迷っている方は、少し無理してしまうことにはなるかもしれないんですけど、この価格が保証されている今のうちに予約することをお勧めします。ということでここまでスーツ全般、マスク、素顔ヘッド、マント、付属品と分けて、それぞれ比較していきました。ホットトイズの方も独特な付属品とか、台座だったりね、魅力的な部分も多いんですけど、やはり総合的に見ると、インアートの方がリアリティさとか勝る点は多いのかなというふうに思いましたね。あくまでプロトタイプなので、製品化された時にねどれだけのクオリティに仕上がるかっていうのはねとても楽しみですね。特にインアートの方に関しては、ファンの間でも期待値爆上がりしてると思うので、ぜひこのまま製品化が進んでも同じクオリティに仕上げてほしいなと思います。一応今回ザ・バットマンの情報公開と同時期に、インアートのジョーカーの進捗が発表されたんですよね。それを見る限りでは、プロトタイプと変わらないくらいのクオリティに見えたので、このザ・バットマンについても、期待していいんじゃないかなとは思ってます。で価格についてはホットトイズの方が安いので、インアートを我慢してホットトイズを買うというような方もいるかもしれないんですけど、もしね少しでも後悔するかもという気持ちがあるんであれば、ホットトイズねいくつか我慢してでも買った方がいいのかなと僕は思いますし、まだね予約迷ってる方は、この動画だったり、前回のプレビュー動画参考にしてもらって、検討してくれれば嬉しいです。発売自体はまだ1年ぐらい先なんですけど、届き次第レビュー動画も投稿していくので、ぜひ楽しみにしてくれたらと思います。ということで、この動画参考になったりいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントもねよろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。